ヨハン・ガルトゥング関西公演の2016年ということで、関西、今日は大阪でありますけれども、明日は京都であるということになります。で、平和学の父ヨハン・ガルトゥングと語り合おうという、そういう今日の講演会の内容です。で、ガルトゥング先生は実は、関東、東京、横浜でもですね、先週に講演会を開いて、それでその後韓国に行かれてですね、韓国でも講演会を開かれました。で、実は昨日の夜遅くですね、大阪の方に帰ってこられたということで、非常にお疲れのところをですね、今日はこういう立命館で、講演会ができるということで非常に嬉しく思っております。で、こんなにたくさんの方が来ていただいてどうもありがとうございました。それで私は今日の司会進行を務めますトランスセンド研究会の藤田と申します。で、ですね、で今日の全体の予定としては、まずガルトゥング先生の方から1時間半ぐらいですね、お話をいただく。で、そのテーマはその3つぐらいのテーマになります。で、1つはその積極的平和としての東アジア共同体とはどういうものか。で、2つ目は、創造性豊かな日本を築こうという、そういうテーマですね。で、最後に日本は、平和のために何ができるのか、そういう3つのテーマについてですね、お話をいただくということにします。で、今日のそして通訳はですね、西村文子先生、ガルトゥング先生のパートナーでいらっしゃいますけれども、西村先生にお願いしたいと思います。で、それでですね、最初に私どものトランセンド研究会からどういう活動をしているかということでですね、石黒トランセンド研究会の石黒の方から少しスピーチをしてもらいます。本日はご多忙のところ、ガルトゥングの講演会にご来場いただきまして誠にありがとうございます。本日、主要のため、会長の伊藤武彦が欠席になっておりまして、伊藤に代わりましてトランスセンド研究会の石黒よりご挨拶を皆様に申し上げます。トランスセンド研究会は、ガルトゥングが代表を務めます、国際トランセンドという NGO の日本の組織としまして、2000年度に設立されて以来、さまざまなフィールドや関心を持つ会員で緩やかなネットワークを結成して活動してまいりました。こうしたガルトゥングの講演会を始めまして、ワークショップの講師兼をさせていただいたり、カンボジアやフィリピンでスタディツアーをさせていただいたこともありました。また研究雑誌トランスセンド研究という研究雑誌の発行ですとか、翻訳書、平和学に関する書籍の出版なども行っております。お手元に会長の藤田がまとめましたガルトゥングの基本的な概念に関する資料を配布させていただきましたので、また適宜ご参照いただけたらと思います。また、受付のところに、ガルトゥングの書籍を少し用意させていただきましたので、ご関心のおありの方はどうぞ手に取ってご覧いただけたらと思います。講演会が終了した後に、お買い上げの方にはガルトゥングよりサインを差し上げますので、どうぞ手に取ってご覧いただけたらと思います。本日は最後までどうぞよろしくお願いします。
すみません、それともう一ついくつかの注意をしたいんですけれども、今日はですね、実はこの、講演会をですね、映像ビデオで撮りましてですね、でそれをトランセンドのホームページにアップしたいというふうに思ってますので、一般の方は映像の方はちょっと差し控えていただきたい。もちろん後ろの方からですね、この全体の写真等を撮っていただくのは結構だと思います。そしたらですね、先生、ガルトゥング先生、よろしくお願いいたします。Go ahead. Yes. So heartily good afternoon to everybody. It's a pleasure to be here, and my gratitude to my former assistant, now colleague, Akifumi Fujita, for organizing this meeting. 昔藤田先生は私の研究助手をしてくださって、そういうご縁があってずっと友達として付き合っておりますけれども、先生が大柄にしてくださって、こんないい機会を与えてくださって大変感謝しております。We had He's still making signals. Okay. He's making signals. Could you tell us what is wrong? 西村先生の方が少し聞きにくい。あ、そうですか。こっち向かないといけない。Maybe you should be closer to the microphone. I think we have to start asking ourselves, what is East Asia? And you have a diagram on the whiteboard giving my answer. それで皆様方と一緒に東アジアとは何かということを一つ考えてみる必要があると思うんです。黒板に一応東アジアと考えられるものをしました。There are two Koreas. まず東アジアといえば朝鮮半島、今は2国になってますけど、 And two Chinas. それから中国も2つの中国。 That's already 4 countries. ということは4カ国になるわけです。 Then there is Japan, で number その中 5. に日本、 And number 6 is Far East Russia. それから極東のロシアも入るかもわかりません。 If you wonder whether that is in East Asia, have a look at the map で and 地 you 図 will を see it. 地図をご覧いただくと一目瞭然といいますか、確かに極東のロシアは東アジアだと思うんです。 But then there is a country number 5, which is not in East Asia, but the Pacific Ocean away. United States of America. And it plays maybe the most important role of all the countries in East Asia. ところが東アジアの国際情勢を考えるといつも一番大きな役割を果たしている国が実は東アジアの国ではなくて太平洋を越えたずっと向こうの先の国、つまりアメリカです。これが一番影響力を持っている。 United States foreign policy since 1801 has included 248 military interventions. それでまずアメリカ、東アジアで一番影響力のある、しかも東アジアの国でない国、それがアメリカですけれども、このアメリカは1801年以来、248回にわたる軍事介入をしてきました。 Basically, what the US does is to polarize. It looks at the world in terms of friendly countries and hostile countries. それでこれはアメリカ的発想、よく言われることですけれども、直化する敵味方を二分分けて直化してしまうという、そういう傾向がアメリカにはある。
With friendly countries, they often make allies, alliances. And with hostile countries, they have a special way of talking, using words like communist and terrorist. そしてこの二極化するということはつまり同盟国友好的な国は同盟あるいは軍事同盟を結んだり、それからそれに対して敵国でそういう敵味方に分ける考え方、これが特化の典型的な例ですけれども、でその自分たちに合意しない敵方の方はテロリストとかコミュニスト、共産主義者とかそういうレッテルを貼るということです。What I mean by that is that with these countries it makes no sense to negotiate, to try to arrive at a solution, because they have only one project, evil. そういう見方からしますと、敵と交渉するなんていうことは考えられない、する必要もない。つまり彼らは悪魔である、悪者であるから、そんなものと交渉する必要は全くない、こういう発想になってしまう、結論になってしまう。So Ronald Reagan spoke about the axis of evil. レガンが大統領の時に悪の数軸っていう、アクセスオブイーブル、そういう表現を使いました。And Obama talks about the Islamic State as terrorism and makes no effort to try to understand them. 例えば現大統領オバマさんから見ればテロっていう、イスラムはテロっていうレッテルを貼ってしまって、イスラム教徒の人たちが何を望んでいるか、そういうものを見ようとしない。もうレッテル貼ってテロリスト、それで終わり。So we notice polarization between friends and enemies. And we notice no negotiation, but preparation for a possible big war. それで敵味方に分けて、それ敵はもう攻撃する対象としか見ない。だから戦争の対象になる。そういう見方です。You can see this all through United States history since the first military intervention in 1801. 先ほど申し上げました1801年以来軍事介入をたくさんしてきたわけですけれども、それ以来の歴史を見ると常にアメリカの外交姿勢っていうのはこういう敵味方に分けて、敵は潰せっていうこういう姿勢です。交渉の余地がない。 And where was that? In Libya. でその1801年最初はどこだったか、それはリビアでした。 What is Obama planning to do now? A war in Libya. 今オバマ大統領が何をしようとしているか、彼も1801年のまるで再現のようにリビアを攻撃しようとしている。 So what you see in this diagram is what you know very well, that the United States has an alliance with Japan, an alliance with South Korea, an alliance with Taiwan. それでこの図をご覧になるとお分かりの通り、アメリカは友好国、日本、韓国、そして台湾とは同盟関係、友好関係を結んでいる。 And as you know very well, they hate North Korea, which now has nuclear weapons. They are on very bad terms with Russia, which also has nuclear weapons. And they are on a collision course with China, which also has nuclear weapons. そしてそれに対して北朝鮮、中国、ロシアとは敵対的なアメリカは関係を持っている。でも憎んでいるわけです。例えば核保有国である北朝鮮、あるいは中国とも非常に敵対的な姿勢を取る。ロシアとはひょっとしたら衝突するかもわからない。そういう状況になっています。 For that reason, there are strong forces in Japan and South Korea wanting nuclear weapons. そういうことで、今や日本の中にも、それから韓国の人たちの中にも、かなり多くの人が核保有国になろうという意見が高まっています。
This is called an arms race, and the historical experience is that arms races lead to war. ということは軍拡の方向に行ってるということです。で、軍拡は多くの場合、戦争につながります。So what I'm talking about is, of course, what can we do about it? ということで、一体我々はどうすればいいか、何ができるかということを考える必要があります。If you look at the diagram again, you will see 3 countries headed by United States, 4 countries, and then 3 outside, North Korea, China and Russia. China and Russia have an alliance called SCO. そしてこれをまた見ていただいたら分かりますけれども、3カ国、韓国と日本と台湾はアメリカといい関係がある。3-1です。で、あとの3、北朝鮮と中国とロシアとは敵対関係がある。その外側。で、しかもこの中で注意するべきことは、中国とロシアとは上海協力機構っていうんですか、SCO、それで連携を持っているということです。I came to Japan for the first time 48 years ago, married into Japan 47 years ago, and the situation has never been so serious in East Asia as today. 私は最初に日本に来たのが1968年で、今から数えると48年前です。でそれからずっとアジアの状況、日本の状況を見ていますけれども、いまだかつて私が実際に経験したことから見れば、これほど危険な状況にあったことはない。One point that makes it problematic are the islands between Japan and Russia, Japan and China, and Japan and Korea. この状況を難しくしている一つのファクターは、いわゆる領土問題です。領土問題、主に島の問題ですけれども、日本はロシアとも問題がある、中国とも問題がある、韓国とも問題がある。The islands between Japan and Russia are called the Northern Territories いわゆる北方領 in 土、 Japan. 日本では北方領土と呼んでますけれども、ロシアとの関係で北方領土が問題になっている。They came to the then Soviet Union by the Potsdam Agreement, by international law at the time. Japan had lost the war and was under duress and pressure. で第二次世界大戦の終結にあたってポツダム宣言というのがありましたけれども、日本は敗戦国としてそれを受け入れさせられたわけです、強制的に。The island だか between ら別にこちらがやりたくて受け入れたわけじゃなくて、そういうふうに仕向けられたわけです。The island between Japan and China is called Senkaku, Diaryu, and once belonged to a landowner family, but was then nationalized by Japan. 例の中国との問題は尖閣があります。でこの尖閣はかつてある日本の地主さんが持ってた個人所有の島であったという時期もあります。それを日本政府が買い取ったと。The island between Japan and the Koreas is called Takeshima Dokudo and is contested. Both, like for both, claim it belongs to them. で日韓の間にはあるいは韓国だけじゃなくて朝鮮半島両国かも分かりませんけど、その関係で問題になるのは竹島です。で両者とも日本も韓国側も自分のものだと主張している。We are very close to a war when it comes to Senkaku, maybe also Takeshima. で尖閣にしても竹島にしてもある点から見れば戦争に非常に近づいている状況にある。We all know about Navy or Coast Guard vessels almost colliding, and the same with airplanes from the two air forces.
それで例えば尖閣の場合、日本と中国の海上保安庁と海軍向こうの、あるいは海上警備隊っていいますか、向こうの中国の、それがほとんどぶつかって厳しい状況になった。海軍だけじゃなくて空軍の方も非常に接触しかけるほどの距離に近づいたことがあります。What can we do about it? 一体こんな問題どうすればいいか、戦争にならないようにするの。We have to solve the conflicts over the islands. How can we solve it? それで私がここで申し上げたいのは、戦争に行くんじゃなくて、何が問題なのか、その問題を解決する、その方がよっぽど大事だと思うんです。その問題とは一体何か。Answer by owning them together and sharing the revenue. 誰に属するかということを論議し合うんじゃなくて、一緒に開発する、一緒になんか利益を得るようなことをする、そういうふうな発想を持って両者が、両国が共に助け合った方がいいんじゃないかと思うんです。You can divide it 40-40-20. 40% to Japan, 40% to China and Taiwan, and 20% to the ecology and administration of the islands. それで共同開発とかいう場合に開発したら観光資源、あるいは地下資源、海底、あるいは漁業、いろんな利益が出てきます。その利益をお互いに分け合うということで、例えば尖閣でしたらあそこから得る収益を中国と日本が、中国って言っても2つの中国、台湾と本土の中国、それと日本が 40%、40% 利益を分け合って、そしてあとの 20% を将来の共同開発のためとか、あるいは運営のためとか、とにかくそのプールして 20% は別に使うという。Instead of arguing, this is mine, no it is mine, you could say this is ours. だからちょっと表現を変えて、マイ自分の我がなんて言わないで、我々のっていうふうにして言葉を和らげたらいいと思うんです。我々の資源、我々の領土。The world would love you. そしたらみんなに好かれるだろう。With one exception, United States of America. でそこで問題になってくるのがアメリカだ。If there is anything they are afraid of, it is friendship between Japan and China. 実はアメリカから見れば、アメリカの外交姿勢から見れば、日本と中国が仲良くなりすぎることを非常に危惧している。なぜか。Essentially because they want to beat China and have Japan as an ally, and as much as possible hope that Japan and South Korea will do the job. それでアメリカからすれば中国をやっつけたいわけです。経済的にも軍事的に。でそれには日本がアメリカに加担することが大事で、ことにアメリカに日本と韓国も一緒に協力して加担することが大事だ。だからいい関係が日本と中国にできることを好まないわけです。I would like to add, I'm not the slightest anti-American. I love America. Has lived much of my life in America. But U.S. foreign policy, I don't like. ここで強調しておきたいのは、私の話はアメリカの外交政策を批判しているわけで、対外政策をアメリカ自体、アメリカの文化、アメリカ人を批判しているわけではない。むしろ私は非常に好感を持っています。アメリカの文化とかアメリカ人とか。Since World War II, the United States of America has killed more than 20 million in 37 countries. そして1945年、第二次世界大戦が終わって以来、アメリカは世界中37カ国でなんと2000万人の人を消してきたと。And Japan has now entered an alliance with the United States for collective self-defense, fighting shoulder to shoulder with the United States all over the world. それで日本は今や集団的自衛権の行使ということで、こういうアメリカとスクラムを組んで世界のあらゆるところで
戦闘行為をしようとする方向に行ってるという。At the same time, Article 9 is dead, finished. それで、憲法9条は今や私文になってしまっている。I could now say the same about Takeshima and about the Northern Territories. Own them いろいろ together. なことが竹島についても、あるいは北方領土についても言えると思うんです。共同管理、共同開発。But you need something more. You need an East Asian community. しかし、ただ二国間で問題を解決するだけじゃなくて、一つ別の場がある方がよりこういうことはスムーズにできると思うんです。それでこの東アジア共同体、そういうものがいいベースになると思うんです。And the big question is, whom do you put into the East Asian community? そもそも誰がこの加盟国になるかということです。東アジア共同体でしたから、東北アジアとか。I'll tell you, it's very simple. You put into it East Asian countries. だからこれは東アジアにある、地理的に見て東アジアにある国だけが加盟国であるべきだ。It so happens that the United States of America is not an East Asian country. 繰り返しますが、アメリカはいくら今影響力があっても東アジアに位置する国ではない。As you will see, this is a community of 6 countries. ここに挙げた国は6カ国になりますが、 We could add Mongolia. そこにモンゴリアを加えることも考えられます。What would be the model and how could this help us? でこれには歴史的に見ればモデルがあるわけです。 If you put them together, 3 of them would still have alliances with the United States of America, and the other 3 would be outside. それでこの今仮に6カ国が加盟国になった場合、3カ国はアメリカと同盟関係、軍事同盟を結んだりしているわけですけれども、であとの3つはそれの外にある。But by putting them together in one community, you depolarize. しかしながら、このコミュニティのメンバーになった暁には非常に直化している敵味方的な関係が薄れていくっていう、そういう効果があります。I of course have 2 models in mind. One is European Community in 1958. 一つ私がモデルとして浮かぶのはもちろん1958年のヨーロッパ共同市場です。EC の方です。今の EU の前身。Put together 6 countries あれも6カ国から最初は発足しました。that had been at war with each other for centuries, much more than in East Asia. 東アジアがひどい戦場になったとよく言われますけれども、実は考えてみればこの6カ国 EC の母体 EU の母体の EC の最初の現加盟国はもっともっとむごたらしい戦争を何百年にもわたってやってきたわけです。There was much hatred, much history, and it worked. ですからその反日とか反乱とかっていう程度のものじゃなくて、その反感は非常に憎しみも強かった。でもそれを乗り越えて6カ国が一緒になる。Now they have problems. The European Union has 28 members, much too much. And they have big problems. 今 EU は28カ国が加盟国になってしまって、でこう中身はもう随分こう質が変わってきてしまっているわけで。いろんな考えが想もつかなかった問題がいろいろ山積しています。So my model is from 1958. だから私がモデルとして考えている一つは EC です。1958年。But I have a second model, but maybe is better. 2つ目のモデルは、しかも EC よりもっといいモデルだと思うんですけども。ASEAN consists of 10 countries, 10 states. それは ASEAN です。それ ASEAN は6カ国じゃなくて10カ国です。It's the Association of Southeast Asian Nations. And one could think of an ANEAN, Association of Northeast Asian Nations. それで ASEAN にちなんで私は ANEAN というものを提唱しています。
those 10 states in ASEAN works extremely well together and they are very diverse, very different. で ASEAN の10カ国は宗教的にもあるいは開発のレベルいろんな点で非常に違いが差異がある国々それにもかかわらず非常にうまくいっていると。Some are Buddhist, some are Muslim, one is Catholic. カトリックそれからイスラムの国々 Some are more or less democratic, one is a sultanate. それで一つはスルタンの支配する国でありで民主主義の国もあるし Some are big like Indonesia, one is very small, an island state called Singapore. シンガポールのように小さな国もあればインドネシアのように人口の巨大な国もある Which is neither Buddhist nor Muslim nor Catholic but Chinese majority. Neither Buddhist nor Muslim nor Catholic but Chinese. Singapore. でシンガポールの場合は宗教的にもいろんな人たちがいるわけで別に中国系、華僑系が支配しているわけじゃない How can you know that it works? I'll tell you how you can know it. Because the media never write about it. And when something works, they never write about it. They don't know how to write about what works. They only know about violence and how to write about that. それでなぜ私がASEANはうまくいってるかと言いますと一つは一つインディケーターとして言えることは皆さんきっと日本のメディアであんまり書かれてASEANの成功物語あんまり見られないと思うんです。でメディアが書かないということはまさに成功してるからで、もしうまくいってなかったり悪い状況だったらメディアは取り上げるわけです。だから逆に書かれてないということはうまくいっている証拠だと。Now, depolarization. What would be on the agenda of the ASEAN or NEAC, Northeast Asian Community, whatever we call it? What would be on the agenda? それで仮に東アジアでどんな名前が付けられるにしよう東北アジアでもいいんですけどとにかくそういうものができたときに何をテーマにするあるいはアジェンダに載せるどういうものをゴールにするかということです。 First of all, to manage the sharing of the islands and the conflict between Japan and the other three because of the islands. To administer all that. でまず一つ考えられることはこの領土問題日本が抱えている領土問題の解消に非常に役に立つということでその場を提供するということもあるしそれで日本とそれらの国々問題になっている国々の係争が収まるということです。 Second point on the agenda, the Korean Peninsula. で2つ目これは非常に大事な問題で朝鮮半島の問題です。 There is a very simple formula for solving it. Peace treaty, normalization for North Korea, and a nuclear-free Korean Peninsula. それでこの朝鮮半島問題を解決するのは実は非常に簡単と言いますか明白なことだと思うんです。一つは平和条約の締結それから外交関係の正常化3つ目が非核化朝鮮半島を非核化するこれが大きなテーマです。 The third point on the agenda would obviously be Taiwan, China. The third point on the agenda. Taiwan, それで China. 3つ目はいわゆる台湾と中国本土との関係の問題です。 We can come to it in the Q&A period. The fourth point on the agenda would be Russia. それで4つ目はロシアをどういうふうに扱うか And its relation to all the others. でロシアと他の国との関係この And the fifth point on the agenda would be good relations with the United States of America. それで忘れてはいけないのはアメリカと関係を断つんじゃなくてもっとよりいい関係にするということなんです。それが5つ目これは非常に大事です。
In no way does this mean breaking with the United States of America. It means relating to the United States of America on equal terms. ですからそのアメリカとの国交断交とか同盟関係を廃棄するとかそういうことを言ってるわけじゃなくて、アメリカとの対米関係をどういうふうにして改善するかで、それはよりイコールなベースで付き合っていくように改善するということです。Thank you, United States of America. We love your culture. We love your people. We may have some problems with your military, your politics, and your economics. You may have some problems. But we want to be together with you and relate to you on equal terms. つまりイコールなレベルでのお付き合いをするということがその目的であるから、いかにその軍事的あるいは経済的にいろいろ問題があっても、それはそれとしておいて、それでイコールにお付き合いをいかにして進めていくかということがテーマになります。Do I have a model for this? Yes, I do. In a very recent model, it has happened the last 10 years. でこれには何かモデルがあるかという自問自答です。で確かにあるんです。過去10年ぐらいに起こったことがあります。Latin America relative to Anglo-America, USA and Canada. これはラベとそしてアングロアメリカとの関係です。There are 33 countries in Latin America and the Caribbean, 33 countries. The United States used to have a conflict only with one, Cuba. それでかつてアメリカはこのラベ、カリビア海の小さな島にも含めてなんですけれども、これらの33カ国のうち1カ国だけがちょっとトゲになってたわけです、アメリカの。それはキューバ。キューバとはいい関係が持てなかったんだけど、あとの国はアメリカの家来として非常に手なずけられてきたと。Today, United States of America has good relations only to one, Trinidad and Tobago. ところが今逆で、アメリカの言う通りにハイハイとするのはトリニダード・トバゴだけで、あとはアメリカともっとイコールな対等的な関係でものを言いたいという主張に変わってしまった。だから全く数字が逆になって。But that doesn't mean bad relations. Obama has drawn a consequence. Given this and Latin America, Caribbean insisting on normalizing relations to Cuba, he has done a lot to normalize relations to Cuba. それでその33カ国のうちの32カ国がオバマさんに対してももっと対等な関係を築くようにって進めたわけです、キューバとの関係で。でそれを、オバマさんは体現したわけです。An East Asian community could say to the United States, would you please be so kind and normalize relations to North Korea? だから東アジア共同体のメンバーがアメリカに対して、例えば北朝鮮、アメリカ産北朝鮮との関係をもっとノーマルにしてくださいっていうことを進言することができると思うんです。Association of Northeast Asian Nations has much more in common than Association of Southeast Asian Nations. 実はよく考えてみると、このアネアンと呼んでもいいんでしょうか。東アジア共同体ができた暁には、各国のなんていうんですか、近似性、似たところはむしろ ASEAN の国諸国の間よりも、このアネアン、東アジア共同体の方がずっと似た近似性を持っているということです。Russia is different, but if you look at Japan, the two Chinas and the two Koreas, you find enormous similarities. ロシアは確かに違います。ロシア全体として見れば、もちろんヨーロッパ型ですけれども、日本、中国、台湾、そして朝鮮半島、これは非常に共通点をたくさん持っている。You find Confucianism and Buddhism in all of them. 儒教、それから儒教の影響、仏教の影響、非常に強いです。
You find relations to Chinese culture and Chinese history and Chinese script in all of them, one way or the other. それからまた中国の文化の影響も受けてるし、漢字を取り入れてるところも共通点が非常に強い。Now in Japan you also find Shinto. で日本にはその他に儒教、仏教の他に神道が非常に強いですけれども、Kame Shinto and the very unfortunate State Shinto. 従来の神道っていう意味で神道って言ってます。ある時期国家神道が日本の主流を占めてましたけども、ちょっとあれは例外として見て。In South Korea you find Christianity, それから Methodism and Catholic. Methodist 韓 Catholic. 国の場合はメソディスト、カトリック Catholic and Methodist. 非常にキリスト教の影響が強くて、中でもカトリックとメソディストが強い。North Korea, in my view, is fundamentalist Confucian. でそういう点では北朝鮮は非常に儒教、それも原理主義的儒教の影響がある。And in a certain sense also South Korea, maybe as a method of surviving under Chinese dominance. つまりその原理主義的な姿勢になるということは、対中国との関係で少しでも自立をする姿勢を取るために原理主義的になったのかもわからない。原理主義的儒教って私が言う場合。One aspect is filial piety. So you find Kim Kim Kim, Park Park. 例えば親からこう世代を世襲していく。でしかもその親に対する孝行とかそういうのを非常に重視する。North Korea is not communist. It is communist. A very deep anchoring in the local community. それで私は北朝鮮は儒教の原理主義的だって言いましたけれども、その他にコミュニストではないと、共産党じゃなくて共産主義者じゃなくて、むしろ小さなコミュニティ、村とか小さな共同体、その共同体主義者、コミュニズム、コミュニスト、コミュニストって言ってるわけです。In Taiwan, in addition to Buddhism, to Confucianism and Buddhism, you find what you might call Japanism, deeply influenced by Japan. それから台湾はその他に儒教とか仏教の他に非常に日本的なものが、日本に影響を受けたものが今でも温存されている。And whenever I have been to Taiwan, I hear them saying that Japanese rule was much better than Chinese rule. で私が台湾に行ってよく聞くのは、日本の統治時代の方が中国、いわゆる蒋介石がやってきて統治した時よりもずっと良かった、むしろあの時の方が良かったという声をよく耳にします。Now, that was during the Chiang Kai-shek period. I don't know quite what I said today. で今日彼らそれは蒋介石が統治した時代ですらそういう意見を聞きました。今はどうかちょっと最近言っていませんけど。In China, in addition to Confucianism and Buddhism, you find Taoism. で中国では儒教、仏教のほか非常に大事な役割を果たしているのが道教の教えです。So here you have 5 countries with much in common and some specialty each one of them. だからこのアジアになった場合に、東アジア共同体といった場合にロシアを除けば非常に共通点が多く、しかも各国それぞれ少しこうニュアンスの違った文化を持っている。Far East Russia would have to catch up on some of this. というわけで、もし仲間として共同体を経営していく場合には、ロシアはこういうアジアの文化的要素を少し学ぶ必要がある。It could be a fantastic community. でそうなれば、これは非常に活力のあるコミュニティになると思います。It will bring together the second and third economy in the world. つまり世界で今この現時点で世界の第2経済大国、第3経済大国
が一緒になるわけですから、非常に大きな経済圏にもなるわけです。Hardworking, dedicated people. で、これらの人たちは非常に働き者だし、その成果は大きい。So that concludes what I had to say about East Asia as positive peace. で、これが私がポジティブピース、積極的平和という点で東アジアについて言いたかったことです。I think we can do it that way, or we can go on to number 2 and 3, because on the program it says Q&A afterwards. 続けてよろしいですか？Continue. Yes. Continue to the second. Why don't you announce to the public what number 2 and 3 are? 今までで積極的平和としての東アジア共同体というお話をしていただきましたけれども、今日はあと2つのテーマが残っております。で、そのテーマについて2つ目はその創造性豊かな日本を目指して、3つ目が平和のためには何ができるかというそういうテーマですけれども、ここで質問のコーナーを設けるんじゃなしにその話を続けていただきたいと思います。で、最後にその質問のコーナーを設けたいというふうに思います。Making Japan more creative. Honestly, Japan is one of the most creative countries in the world. I know about 150 of the world's countries relatively well since I have been working there. Very few countries are so creative as Japan. 日本をいかにしてクリエイティブな独創性のある創造的な国にするか。私は日本は世界でも稀に見る独創性に富んだ創造的な国であると思うんです。I'm thinking of culture, art, social organization. で、日本の文化、それから芸術的な表現、それからまた地方の小さな組織の在り方、そういうものに非常に感銘を受けます。And for me as a Westerner, I think one source of creativity is the eclecticism of making use of both Japanese traditional culture and Western culture at the same time. 私は西洋人として、ヨーロッパ人として、そういう目で日本のクリエイティビティを見ますと、一番目に映るのは日本人が非常に折衷案に長けている。いろんなものを混ぜ合わせて、そこから新しいものを作る。そういう折衷に長けているということです。Also to be moving the point of gravity from more Japanese to more Western when it comes to organization of economic companies. 例えば会社を作る場合には、日本式の経営から西洋風のものも取り入れて、そういうふうにシフトを身軽にやるという。But I notice maybe that one important car manufacturer that is more according to the old Japanese model with lifelong employment and seniority promotion is Toyota, and is doing very well. それで日本はアメリカのプレッシャーなんかも関係して、いわゆる日本の従来の経営の在り方を変えて、年功序列制とか終身雇用制を変えましたけれども、それを従来通りとはいかない、ある程度まで維持してきた、ある意味では古い形の経営方針を取ったトヨタがある意味では一番成功している。An immensely creative nation. And in my experience with Japan, I find it particularly at the level of the local community. で、日本は非常にだから独創性に富んだ民族である。で、特に私が印象を受けるのは、いい印象を受けるのは、小さな隣組とか、そういう小さなユニットの組織、それに非常に感銘を受けます。
and totally non-creative in foreign policy. ところがそういう地方の組織じゃなくて上の方に行って、例えば外交とかそういうものを見ると全く独創性に欠けている。A good friend of ours, high up in a very important Japanese organization, had a formula. He said, Japan has become a monotheistic country and God lives in Washington. 私の友人一人、非常に洞察力のある方で、大きな団体の重要な地位を占めておられる方がこういうことを言われました。日本は一神教の国になってしまって、その一神教の神はワシントンに鎮座を増しますということをおっしゃいました。And since that happened, Nippon has been nodding. If you turn the word Nippon around, it becomes nodded and says hi, 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 hi. それでワシントンに対して何でも言われた通りにはいはいお返事をする。That's not creativity, これはまさにクリエイティビティの全く逆です。that is servility. それは卑屈な態度をとっている卑屈さです。So when the question is, how could Japan become more creative? The answer is obvious. 日本が国家としてより独創性、独立性を持つ、それは答えははっきりしていると思うんです。By becoming independent, つまり独立国家になるということです。by becoming a free country 自由の国になる。that takes its own decisions 自分で物事を決める。and does not have a helicopter with US military landing at the helipad in Roppongi in order to tell US bureaucrats what to do. それで有名な六本木のヘリポートがありますけれども、あそこへその日本の出入国の手続きをしないで自由に出たり入ったりしている、そういう日本はそういうふうに扱われているわけですけれども、でそこからまた命令を発しているわけです。日本の行政に対して。That is known as micromanagement. これはまさに独立国家のあるべき姿ではなくて、誰かによってもう小さなことに至るまでマネージされている、支配されている、指示されているということです。Now, what do I mean by independent Japan? What would that mean relative to the USA? 独立国家日本、特に対米関係における独立とはどういうことか。It means symmetry, reciprocity, equality, equal terms with USA. で、それは3つぐらいそのあり方が言えると思うんですけど、シメトリーっていうのはスメトリーっていうのは均衡が取れているということで、ウェイトが同じだということ。それからレシプロシティ、お互いにギブ、テイクからギブっていうこういう関係。それからもう一つはイコール。Equal terms. だからいろんななんて言いますか、同等の、条件でいろいろなものを交換したりすることです。Take as an example TPP. 例えば TPP がそのいい例だと思うんですけれども。The basic aspect of TPP is the legal institution for handling disputes. それでここで一番注目するべきはいわゆる例の ISD 条項で、ひとたびなんか不一致なことが起こった場合に誰がどういうふうにそれを裁定するかということ。A corporation that does not make as much profit as it thinks it could do has a right to sue a government saying that there are things standing in the way of the free market. 例えば投資をした日本に投資したアメリカの企業が予想以上に予想以下の収益しか上げることができなかった場合に、これは日本がこういう習慣があるからとかそういうことを理由にして訴えることができる。
So far, all the decisions have been in favor of USA. で今までこのTPP の ISD 条項に近いような条約を結んだ国は提訴しても、アメリカ側が一方的、アメリカの企業が一方的に勝つだけで、他の方は負けになっている。それはイコールフッティングじゃない。Japan would of course demand a legal institution outside the USA, not related to the World Bank that is controlled by the US Congress, but on neutral ground. だから例えばワールドバンク、世銀が直接これに関わっているわけですけれども、世銀っていうのはそもそもアメリカの理解によって非常に強い影響力を受けているわけですから、一国の影響力にあるそういう機関ではなくて、もっと同じフッティングでできるような条件に変えるべきなんですけれども、これは全く変無的な条約になっています。Japan could demand conflict resolution instead of the use of the military. それからまた世界でいろんな紛争が起こった時の場合に軍事的にそれを解決しようとするんじゃなくて、むしろ紛争解決の他の手段を考える、そういうことを日本が提案していくべきだと思うんです。Japan is often good at solving conflict at the local level. で先ほどから申し上げております通り、小さいコミュニティ、例えばお隣近所のいざこざ、そういうのを処理するのに日本はいろんな独創的なアプローチをしていると思うんです。そういう点で日本は紛争解決の技を知っていると、そういうものをもっと世界の場に提示していくべきだと。United States is one of the worst in the world, as you can see by the number of suicides and the number of homicides, in sense of not solving conflict. それで例えばアメリカの自殺者数、それからまた殺人者数、そういうものを見たらよくわかるんですけれども、コンフリクトを解消していないから殺人や自殺に至っているわけで、いかにアメリカがそれに長けてないかということの証拠になります。Now, Japan also has suicides, particularly related to the specific education system of Japan, and that problem has to be solved. 残念ながら日本も自殺という点ではことに幼い子どもたちが教育の現場との葛藤の関係で自殺に走っているようなことがある。これはやっぱりコンフリクトを解消しなきゃいけない。だから日本にもそういう問題はあります。But nothing like the US homicides. しかしアメリカの他殺の比率、数字から考えれば日本はその比ではない。非常に少ない。United States also has a very violent method of solving conflict. It's called courts and the legal method, with one winner and one loser. それでアメリカはコンフリクトの解消によく裁判に訴えるという方法を取るんですけれども、このリーガルアプローチといいますか、裁判所を使う、これはある意味では非常に暴力的なアプローチであると思うんです。紛争の解決には。Maybe a much better method is the classical mediation police box method in Japan. で、その法廷っていうのは誰かが白で黒で勝ち負けになるわけです。それは本当の意味では紛争の解決になってない。それよりもむしろ日本のいわゆる昔からの交番制度、おまわりさんが小さい交番のおまわりさんがいろんな紛争解決に手を貸してましたけれども、そういうアプローチのままずっと非暴力的だと思います。So when I say independence, I don't mean no relation. I mean symmetric, reciprocal relation. それで私がアメリカからの独立って言いますと、縁を切るように思われますけれども、そうじゃなくて関係をより良くするということで、より良くっていうのは均衡が取れているということと、お互いにギブアンドテイク、テイクアンドギブの関係になるということです。
between two wonderful countries that can learn from each other. それでお互いにいいものを持ってる。でそれをお互いに分かち合う、学び合うということです。But then Japan can also say, dear Washington, we are not going to have a nuclear war over these issues, the islands, we're going to solve it. ですから日本はアメリカに対して、アメリカさん、私たちはこのいわゆる領土問題、私たち平和的に解決したいと思うんです。戦争に訴えるようなことはしたくないということをはっきり表明するべきだと思うんです。As you know, I think one way of solving it is to own them together. If others have a better approach, for heaven's sake, say it. それでもし皆さん方がもっといいアイデア、領土問題の解決にアイデアをどんどん出していかれたらいいと思うんです。で私としては共同管理、共同経営、共同収益、分け合う、こういうことを提案しましたけれども、どんどんいいクリエイティブなアイデアを出していただいたらいいと思うんです。And we are going to discuss that in the East Asian community and tell you what kind of solutions we are coming up with. でこれを何も日本だけの問題としないで、東アジア共同体の問題として、そういう場でもってお互いに話し合っていくという。And we will be very interested in your comments, but we will not follow them automatically. Washington's comments. We will tell Washington what the East Asian community has decided, and we'll be very interested in listening to Washington's だからアメ comments. リカさんももし意見が終わりでしたらどうぞおっしゃってください。でも言われた通りにやるんじゃないということをはっきり表明するべきだ。Let me only add to this that everything I have said now also applies to my own country, Norway. 実は今申し上げたことは何も日本だけに当てはまることじゃなくて、まさに我が国ノルウェー人です。我が国ノルウェーについても同じことが言えます。It also has a God living in Washington. で我々の神はやっぱりワシントンに神殿をします。So let me now say 2 points about God in Washington. それではワシントンにいる神について2つ申し上げたいと思います。It's changing. 一つ、それは神様が変わりつつある。神の在り方が変わりつつあるということです。According to Le Monde Diplomatique, you have now 4 major politicians in the US very skeptical about US warfare. ル・モン・ディプロマティックってフランスから出てる月刊誌があるんですけれども、その最近号でアメリカのその神の在り方が変わっている。彼らは別に神ということは使ってませんけれども、アメリカの政治の流れが変わっているということを4人を代表する政治家を挙げて論じています。The names are Donald Trump and Ted Cruz from the Republican Party. And Bernie Sanders and Barack Obama from the Democratic Party. でこの4人っていうのはトランプさん大統領候補、リパブリカンの指名候補になっているトランプさん、もう一人は一応辞退したクルスさん、それからデモクラティックの民主党の側ではオバマ大統領、それからもちろんサンダースさん、この4人が非常に違った方向を示している。There is only one exception in favor of war, Hillary Clinton. で、戦争に対してこの4人は今までの従来の考え方と違う姿勢をとってるんですけれども、従来通りの戦争観といいますか、そういうのを表明しているのはヒラリー・クリントンさん一人です。If you want no solution in East Asia, increasing tension, possible war, ask your American friends to vote for Hillary Clinton. ですからもし皆様方が東アジア共同体というわけではない、東アジアの地方でより緊張が高まり、悪くいけば戦争になる、そういうことを望んでおられるんでしたら、アメリカの皆さん方のご友人に
ヒラリー・クリントンさんぜひ投票してくださいっておっしゃったらいいと思うんです。There's a second point about the United States happening the last, let us say, 10 years. でも過去10年間にアメリカでは一つの別の流れがあります。The US empire is declining and falling. まずアメリカ帝国としてのアメリカ、これが存在を薄めている、薄くなっている。What do I mean by an empire? それでは帝国とは何か。I do not mean colonialism. That is with the settlers. I mean a system where local elites will be willing to go to war for the United States of America. それで帝国主義と植民地主義は大きな違いがありまして、ごっちゃにして使わない方がいいと思うんです。で、私が植民地主義と帝国主義と違って植民地主義っていうのは多くの場合入植者自国民を植民地に駐在させるということです。しかし帝国主義の場合には自国民をそこに派遣しなくても土地のその国のそれぞれのエリートが身代わりになって同じような代弁をしてくれたり行動をとってくれるわけです。そこに大きな違いがあります。Today, Latin America, Caribbean are out. Germany and France refuse to have war in Ukraine. 例えば南米カリビア地方ではもうアメリカの身代わりになって戦争したりするようなエリートはほとんどいなくなってしまう。それからヨーロッパの方では例えばウクライナにいくらアメリカの身代わりになって戦争しろと言ってもドイツもフランスもそれを拒否しました。Saudi Arabia is ambiguous, both fighting the same wars as the US and at the same time fighting the United States. ところがサウジアラビアはちょっと複雑で、ある意味ではアメリカの代理戦争をするんですけれども、別の意味では対アメリカと戦争している。Washington knows this and desperately wanted Japan as a substitute for そ what う they い are うこと losing. で世界中にアメリカに代わって戦争をするような国がもう減ってきてしまって、ほとんどいなくなった。従来と全く変わって、そこでだからアメリカは日本を頼りにしたいと。And so far they have gotten what they want. But Prime Minister Abe is a very subtle politician. だから今の段階では法律的手続きとしてはアメリカに代わって物事ができるような状況に日本が近づいてるんですけれども、安倍さんという方は政治家として非常に長けておられると思うんです、私は。He says under these conditions and under those conditions and makes distinctions that Washington doesn't make. で、アメリカとしてはもう単刀直入にこうあれっていうふうに見てるんですけれども、安倍さんはいろいろな条件、状況のもとでこうとかああとかっておっしゃってるから、必ずしも一筋縄にはいかないかもわかりません。And we shall then see what happens when the first Japanese bodies come home, killed by fighting shoulder to shoulder by the US around the world. That means particularly Muslim countries. ことにイスラム国へ出かけていって、でもし日本がアメリカとスクラムを組んで派兵して、そして日本の戦死者が出て、でおかんが日本に戻ってきたら状況は非常に厳しいと思います。We shall see what happens when Muslims take revenge inside Japan. そしてまた日本でイスラム教徒の人がそれに対する仕返しを復讐をなんか加えてた場合には非常に厳しい状況になる。The present policy is increasing the insecurity, not the security, but the insecurity of Japan. ですから今の日本の状況はむしろ安全性が高まるんじゃなくて非安全性が増加しているということです。逆です。So you just finished theme number 3.
You are not going to announce what the topic is? Might be useful for the public. Theme number 3. 日本が平和のために何ができるか。Have a look at the figure on the whiteboard. これをまたもう一度ご覧になっていただきたいと思います。I have actually said it already, but I repeat it now. 繰り返しになりますが、 The island problems start with Senkaku. Invite Beijing and Taipei to negotiation about joint territory. それで尖閣、領土問題で、まず最初に尖閣の問題、中国の人たち、あるいは台湾の人たちを招いて話し合いをする。I know there will be heavy resistance in Japan. でそういうことに対して日本では反対する方たちが多いと思うんです。It's a question of showing something that might be better than owning Senkaku alone. そしてここで大事なことは、係争中のそういうコンフリクトがあるのを利用してもっといいものにするということなんです。それでもっといいアイデアを出していく。だから取り合いして自分のものにした状況下よりも共同にした時の方がよりなんかいいものがある。そういうことを証明していくことです。When it comes to the Korean problem, if Japan became more independent of the US, it could serve as a model for South Korea. それから対韓国の問題で、もし日本がアメリカに対してより独立した国家となることを示すことができたら、それは韓国にとっていいモデルになると思うんです。いかにして平和にアメリカとの関係を独立したものにするかという。It might also say, South Korea, we are on your side if North Korea should attack you. But we don't want that to happen. For that reason, why don't you, South Korea, take the initiative to recognize, normalize, and have a peace treaty with Pyongyang? それからまた対韓国に対して、もしも北が南を攻撃した場合には、私たちは南をサポートしますよ。しかしそんな状況になる前に、むしろ南が北を承認する、それで関係性を正常化する、その方がよっぽどいい方法じゃないですかということを提案することができると思うんです。We don't like North Korea more than you do, and we feel threatened by their nuclear weapons. で日本としても北朝鮮が持っている核兵器に対してある意味では恐れを抱いている。それは南の人たちが感じているのと同じよう、それは理解できるということをはっきり表明する。But watch out. If you insist, Japan could say to South Korea, on sanctions, and we are participating, Japan is participating in the sanctions, in order to lead to the collapse of the North Korean regime, there is a horrible risk. They may use the nuclear bomb rather than collapsing. それで日本は韓国と一緒になって対北朝鮮に対する制裁をしています。しかしこれをあまり推し進め、そして仮に彼らが望んでいるところの北朝鮮の政権の崩壊という状況になった場合に、あるいは崩壊になる方向に向かっている場合に、北朝鮮としては崩壊するよりはむしろ核兵器を実際に使用する可能性が高い。Look at another country that also has nuclear weapons, but is not a member of the Security Council 5, Israel. それでLook at another country that also has nuclear weapons, but is not member of the Security Council. だから核兵器を北朝鮮が使うような状況に持っていく代わりに、持っていかせる代わりに、
何かした方がいいんじゃないですかっていうことを韓国に対して助言することができると思うんです。そしてそこで一つ考えるべきは国連の安保理事会の常任理事国はみんな核保有国です。で核保有国、他に常任理事国じゃない国、北朝鮮ももちろんそうなんですけれども、他にも常任理事国じゃない国でサンクション、国連の制裁を受けてない国がある。例えばイスラエルです。Rather than collapse, it would rather commit suicide like it did 2,000 years ago. Masala. これは集団の自殺になるマサラ。そういう2000年前のああいうことが起こらないように経済制裁でもって、あるいは他の制裁も含めて押しつぶしするよりも平和に解決した方がよりいいんじゃないですかということを説得する。それからロシアの場合は Japan could say to Russia, your position is to return 2 islands, to cooperate on 2 islands and to keep 2 islands. でロシアがある時期2島は返還するけれども2島は共同で経済開発かなんかに使おうとかっていう提案があったらしいんですけれども、それよりもOur position is to treat the islands equally, the NT, Northern Territories, and all of them back to us. Back to Japan. そういった感じです。Yes. それ日本としてはそうじゃなくて4島全部一括返還ということを要求しているわけです。Why don't we treat them equally, the 4 islands, and cooperate in sharing them? でそれよりもむしろ4島を平等に扱って、それでそこを共同開発するっていう方がよっぽどいいと思います。You can look at those small dots northeast of Hokkaido. They're not worth a nuclear war. でもちろん北方領土でもって地図を見てために核戦争をするようなそんな言語は全く無謀だということが分かると思います。Cooperate. むしろ協力した方がいいと。And of course, finally, as I have said, show the other countries in the East Asian community that you can have good relations to the United States of America at the same time. そして非常に大事なことは、東アジアの人たちに対して日本がアメリカから独立してなおかつあるいはそのためによりいい関係をアメリカとの間で発展していくことができるということを日本が示せたら非常に望ましい方向性だと思います。Now, what can common people do in Japan? そこで日本の市民が何ができるか、政府じゃなくて。Exactly the same, but at a lower level. 同じことができると思うんです。ただ足が地についたそれぞれのコミュニティのレベルからできると思います。They could have a brother-sister municipality in South Korea and in North Korea. 例えば北朝鮮あるいは韓国に姉妹都市関係を結ぶとか。They could meet with North Koreans in third countries. それから北朝鮮の代表のグループとどっか違う第三国で話し合いをするとか。They would have difficulties with Tokyo, with Washington, but such difficulties can be overcome. でその場合にもちろん東京の日本政府あるいはアメリカと問題が出てくるかも分かりませんけれども、それは解決できると思います。There is something called non-violence. If you are fighting for peace, you may be prepared to struggle もちろん non-violently. 闘争は必要です。しかしその闘争はあくまでも非暴力であらねばならないと思います。A local community anywhere in Japan can invite a community from the People's Republic and a community from Taiwan. それでまた尖閣の問題話し合うにしても中国の小さなコミュニティあるいは台湾のコミュニティから日本にお招きして、そして日本の小さなコミュニティが一緒に話し合うといういい案を出している。
But there should be some type of organization that could collect all the information one gets. でせっかくいいアイデアが出てきても、それを活用しないともったいないですから、それをどっかにプールして、そのアイデアを集めてくるシステムが必要だと思います。When it comes to cooperation and solving the island problems, what kind of income are we talking about? Or sharing the income from the islands. What kind of income are we talking about? We are talking about fisheries, fish breeding. We are talking about ocean floor, under the ocean floor. それで領土問題を解決するのに共同管理あるいは共同経営するっていうことを言いましたけれども、それで利益とは何から出てくるか、それは例えば漁業を一緒にする、それから出た利益を分ける、あるいは養殖もできると思うんです。それから天然資源、地下資源、海底の資源、そういうものの開発もそれも利益の一部です。Invite Japanese fishermen, Russian fishermen, Chinese fishermen, and Korean fishermen to discuss how we can fish together. だから漁業を一緒に協力してやるという。Maybe it could take the form outside Sendaku that one day a Japanese fisherman gets much more catch than a Chinese, and he takes some of those fish and throws them over in the other boat. それで例えば日本の方が漁業に長けてて、より漁獲量が多かった中国に比べて尖閣の中で、その場合には日本が独り占めしないでそれを分かち合うということです。あくまでもパーセンテージで。Maybe it could take the form of developing the islands and make them a tourist resort. それから尖閣を観光地として開発する、それも協力して開発する。If Japan did the things that I'm indicating, the world would love Japan. They would come flocking to Sendaku to celebrate peace. 仮にそういう開発が進めば、尖閣は非常にいい観光地になると思うんです。それで世界中の人が来るだろう。And that, Mr. Moderator, was my final word. どうもありがとうございました。今までその3つのテーマについて話していただきましたけれども、私が理解した限りでは、非常に3つのテーマはですね、内面的に関係したテーマだったと思います。だからその中でいろんなつながりをつけて、我々がいろんなことが考えられるということだと思います。それでですね、ちょっと皆さん先生も含めてお疲れになったと思いますので、あと5分間時間がもったいないので5分間だけ休憩したいと思います。でその間に質問等をですね考えていきます。じゃあよろしく。